皆様こんにちは。ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日の内容はなんと私のチャンネルに大物ゲストが来てくださるというスペシャルな回でございます。あなたたちおったまげちゃうわよ。私も今すごいね、心が高揚しまくり上げてるんですけれども、今日は私の技術そして知性というものを全て投入したメイクアップをさせていただこうかなと思っております。それではスタート。それでは早速お呼びします。田中みな実さんでございます。はい、こんにちは。もうすっぴんです。今日はようこそお越しくださいましてありがとうございます。50万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。すごいこと。そんなスペシャルな回には大物ゲストに来ていただきたいということで。いや本当にすごい恥ずかしい。いやあんた何言っておっしゃるの。こんな素敵なすっぴんで。いや恥ずかしいです。すっぴん初公開。そうですね。YouTube とかでこんなにこうまとめてさ、すっぴんになると本当にドすっぴんじゃないですか。わかります？なんか髪の毛があったりするとごまけるんですけど。これはごまかせない。確かにそうなの。あなたごまかし人生は卒業してちょうだいということで、じゃあ今日はですね、今日すっぴんになっていただいたみな実さんに私の今までの経験、そして知性や技術というところをすべて盛り込んだメイクアップをさせていただきたいんですが、みな実さんといえばツヤ肌命、ツヤ肌代表でしょ。そうこのツヤ肌になりたいから世の女性たちはね、みんなみな実さん注目してると思うんですが、そのねもともとツヤが宿されてるんですけれども、さらにこの美しいツヤをアップデートさせる方法、その方法を今日私が、メイクアップで作っていきたいと思います。素晴らしい。そうあとは、今純欲メイクっていうのがトレンドであるんですけれども、引き続き2023年もですね、その純欲感っていうところはやっぱり大人になってもちょっと取り入れていただきたいんですね。やったことないです。10代とか20代前半のイメージがあったので、私もちょっと挑戦してこなかったんですよ。なるほどね。36歳大丈夫ですか？挑戦しても。全然大丈夫よ。何おっしゃるの。いやというのはね、みな実さんのこのすっぴんの状態がね、可愛らしくも、でも最近やっぱりちょっと大人っぽく洗練されてきてる。でも今ね一番いい時期なのが、やっぱり若々しい可愛らしさは今まで引き続きなんですけれども、そこに少しの成熟さが出てきたんですね。やっぱ大人になってきた色気が今出てきてますので、今このいろんなところのいいとこ取り感っていうのが今ちょうどすっぴんで出てるんですよ。そうこの魅力をぐっとメイクアップで引き出していきたいと思います。お願いします。はい、では早速始めていきたいと思います。じゃあまずはじめにね、みな実さんはねすっぴん状態でも美しいんですけれども、美しさに条件はないということ。そう皆さんねやっぱりお肌が綺麗だとこれでいいやって思ってしまう方多いと思うんですけれども、美しさは積み上げられるんですね。なのでここで使っていく下地がまたこちら、コスメデコルテサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC10 番でございます。いいでしょう。もう純欲メイクといえばこういったラベンダー系のカラー、そして使用量はねパール粒よりちょっと少量がいいんですね。というのはね、みな実さんのような美しいすっぴんの場合には使用量そのまま適用量を使っちゃうとちょっと多いんですね。でこれを指でつけるのではなく、こちら、そう用チークブラシ、そうこれでつけていくの。チークブラシで。そうこれはね合成繊維なので、ファンデーションブラシとしてもお使いいただけるものなので、これで薄くだけつけていきます。こういう感じで。そう下地というのはですね、のせすぎちゃうとどうしても不自然な印象に見えてしまうのと白浮きすることがあるんですね。このマルチブラシでスーッとこう滑らせながらのせていただくと自然なトーンアップを叶えることができます。薄く今全体に広げてる感じするでしょ。なんかすっごい気持ちいい。いいでしょう。すごいでしょう。そうよ。でまぶたもねやっぱりちょっとくすみがうっすらありますので、なんかふわっとする。そうなの。でこれで全体にのせていただいてから綺麗な鎖骨のこのトップの部分にもこれをのせていきます。これだけでだいぶ違うでしょう。違う。そうなのよ。じゃあこれで一度ねご覧いただいて、ふわっとしてるでしょ。ふわっとしてる。そうなの。確かに大人の肌にはこういったコスメデコルテの下地ってすごく優秀なのが、こういったラベンダー系のカラーってちょっと明るくなりすぎるものが多いんですが、コスデコさんならではのこの大人っぽい感じのトーンアップ感、そうこれがとてもよろしいの。確かに。しかも均一についてる。そうなの。しかもねみな実ちゃんのお肌は綺麗だからこれでささっとやれば OK。かといってお肌が荒れてる方はダメなのかと思いきやノーノーノー。これでねくるくるくるってやっていただくと毛穴やこの凹凸の部分にちゃんと入ってくれるので、指でのせるよりもとっても綺麗につくんですね。これで下地は完成。すごいでしょ。
そうなのよ、でもこの後にやっぱり純欲メイクならではのツヤ感、もともとのツヤ感を生かしながら、こちらのねトーンアップでとても可愛らしい柔らかい印象にしつつ、ここでさらに大人の洗練をプラスしていきます。そこで使っていくのがこちらよ、こちらスックのザ・リクイドファンデーション、名品でしょ、もうねツヤ命の方にはこちらがもうお決まりなんですね。でこれをねまずこれぐらいちょこっとちょっこりよ、ちょっこり村。そうそうそうでみなみちゃんの場合はちょっとねカスタマイズしたいと思います。210番と、こちらの220番をちょっとミックスしていきます。これぐらいね、そうちょっとねイエローベースとこのピンクベース、これをねミックスしていきます。なぜならばみなみさんはねやっぱりもともとトーンアップしてとっても綺麗なお肌されてるんですけれども、やっぱりちょっとイエローとで部分的に少しねピンクみもプラスされてるんですね。ミックスされたこの肌色ベースの場合にはファンデーションもちょっとミックスしてあげることによって相性のいいお色味になります。これもチークブラシでつけるんですか？そう先ほどつけたこの下地がねついているこのチークブラシ、これでこうやって取っていきます。同じでいいの？取ったらそのままのせちゃって OK なの。うっすらしかつかないので。ほんとちょこっと。そうちょっこり村よ。ちょっこり村をこれどこにつけるかと申しますと、このお顔のやっぱ中心からビューティースポットからトントンタッピングしながらつけていきます。でペタッとつけたい時にはいいんですね。あとはフラットにお顔を見せたい時はいいんですけれども、今日はもともとのみなみさんのこのお顔の美しい造形美を引き出していきたいのでフラットには作っていきません。あとはポイントなのはみなみさんはこのフェイスラインのこの部分、少し今日はふっくら見せようかなと思いますので、この部分にあえて少しだけ重めにファンデーションをのせていきます。そうなんだ。そうなの。ここにね少しだけ重さを持たせることによってもともとバランスいいお顔がねもっとバランスよく見えます。私も結構ここの頬のへこみが最近すごい気になってて、やっぱ年齢とともに、なんかフェイスラインシュッてしたいっていう若い子多いんですけど、逆に年齢重ねるとここがへこんでくるのが悩みなんですよね。なるほどね。でもねいいお悩み。ここがねやっぱりこうちょっとシュッとなってしまう方は、やっぱり例えばね私のようにファスティングしたりとか、ダイエットしすぎてしまう方、そういった方っていうのはやっぱりここがこけやすかったりするんですね。でそういった時にはこのファンデーションのテクニックがいいの。であとはこのまぶたのところですね。まぶたのくぼみっていうのはですね生かす方法もあるんですけれども、今日は生かさずにちょっとふわっと見せていきたいので、この部分にはファンデーションをのせていきます。あとは、余り物でおでこ、あとは小鼻にですね少しだけ凹凸がありますので、この部分はチェック時でこういう感じで入れていただくと毛穴がねなかったことになるんです。全然違う。すっごい自然じゃない？でちょっとふわっとふっくらしたと思います。そうですね。この辺があんまり気にならないですね。そうなのよ。いやこれで、次は何をするかと申しますと、肌感はねとても美しくはなってるんですが、ちょっとだけ立体感をプラスしていこうかなと思います。そこで使っていくのがこちらカネボウの、リキッドコンシーラー。いいでしょう。めちゃくちゃ好き。いいですよね。めっちゃいいこれ。そうなの。これをね直接つけちゃうといっぱいついちゃいますので、これはやっぱり一回手の甲にこれ取っていただいて、ここからやっていただきたいのが、こちら、総用ブレンディングブラシ。そうこれはねアイシャドウをねつけるためのブレンディングブラシなんですけれども、薄くつけたい際には、これをコンシーラーブラシとして使っていきます。これをねお顔の中心なんですけれども、ビューティースポットをねもともとみなみさんねこうふっくらして柔らかく綺麗なんですけれども、綺麗な方はトップからやるのではなく、トップのこのちょっと少しだけくぼみのあるところ、ここから、コンシーラーをつけていきます。でここから小さい三角形という感じ、そして目頭のこの部分のくぼみを少し膨らませるようにこっちに持ってきます。そしてあとは、小鼻の周り、この部分、あとはねこのコンシーラーやっぱお口のこのね口角、そうよ、くすみとお口元もやっぱりね形が綺麗なゆえにこの綺麗を放置しない、綺麗を前に立たせるということがポイントになりますので、このくの字の部分にコンシーラー、そしてこの顎の先っちょ、先っちょよ。あとはこのね小さいチビティ、小さいチビティ、もともとねみなみさんお鼻筋が綺麗なんですけれども、お鼻筋にこの部分はやっぱりちょっと低いんですね。誰もが低いんですけれども、この部分にスッとこのコンシーラーをプラスしていきます。あからさまではなくなんとなく入ったなぐらい、こうしていただくと見てちょうだい、もう女優フェイスの完成ですっていう感じなんですけれども、やっぱり違いますね。ちょっと立体感出てると思います。なんですかね。
あからさまにやるっていうのはですね、まず例えばスチール撮影の時とか、何かこう証明写真を撮る際にはいいんですけれども、日常でね肉眼で自然な印象で引きで見た時に立体的に女優フェイスにする時にはこういったちょっと薄くカスタマイズ、これがねポイントになります。じゃあここで南さんはやっぱり年齢的にねお肌は綺麗でも時間の経過で例えば油分が出てきたりとか少しくすみが出てくると思うんです。出てくる。そうなのでこれだけで終わってはいけないんですね。ここから足していただきたいのがこちらよ、フェイスパウダー、BA のフィニッシングパウダー、ピンクガーベラというカラーになります。このカラーがまた素敵でね、ピンクガーベラというカラーでちょっとラベンダー系のカラーではあるんですけれども、ピンクのガーベラのカラーなの。綺麗でしょ。ほら、もう透明感すごいでしょ。確かにすっごい粒子細かい。そうなのよ。でこれをねふわっとのせていくんですけれども、パフでふわっとのせすぎてしまいますとやはりもともとこの今作ったツヤ感が損なわれてしまいますので、南さんの場合はですねパーツだけでこのラベンダーカラーをのせていきます。この付属のパフで大丈夫なの？付属のパフはノーノーノー。付属のパフでもいいんですけれども、今日はですね付属のパフにこのようにつけていただきましたら、この上についているものを揉み込まないで、そうよチークブラシのこのまだファンデーションついてないタイプのやつ、これをちょんちょんつけていただくでしょ。これちょんちょんつけていただいたらこのままふわっとのせていきます。まずはまぶた、まぶたの上にふわっと、もうさらっとしてる。そうまぶたの上にふわっとで、あと眉毛の中、あとはT ゾーン。そう眉毛の中結構忘れがちな人いますけどね。そうすると眉毛がなんかつきすぎちゃったりとかするので、そうなんですよ。やった方がいいですね。あとはやっぱりこう小鼻の周り、あとこのお口周りもねやっぱり少しだけテカリを押さえていただいた方が上品に見えます。そうもうねこれぐらいさささですね。そうなのよ。あとポイントはですねやっぱりこの T ゾーンですね。この部分が光りすぎてしまいますと不自然に見えますので、この部分の光皆さん欲しいと思うんですけれども、ここはトントントンとトンと叩きながらざっとのせるので叩きながら少し光を抑えていきます。ピンクガーベラいい色ですね。そうなの。そしてツヤとマットのこのねコントラストっていうところもとても素敵だと思います。このお顔の中で光のグラデーション、そして質感のグラデーション、そして重みのグラデーション、これをプラスしていただくことによって自然な印象で女優フェイスになってるんですね。そう思わすごい綺麗よちょっとすごい。いやもう素晴らしいわ。ということでじゃあ次、アイシャドウに行く前にですね、純欲感っていうところでは高揚感が必要になるんですね。なのでそこで高揚感をプラスしていくために使っていくのがこちら、キャンメイク、クリームチークのマットタイプになります。私もこれ持ってる。好きいいでしょ。そうなのよ。すごいなんかベビーフェイスになってくれるので、特にね南さんのようなシュッとしたお顔立ちの方に対してはこれを入れてあげるとふんわり丸みが出るんですね。そうなのでこれをね直接のせると思いきや、先ほど使ったこちらのリキッドファンデーションの2101、明るい方ですね。ピンクベースの明るい方にこちらのチークをミックスしていきます。そうこういう感じでうっすらつけたいので、チークをしっかりというよりはうっすらつけていきたいので、頬の中心に。すごい。チークの時はチークブラシ使わないの。そうふわーっとチークっていうよりは内側からの高揚感を作りたいだけなので、これ全体にふわーっとこうやってのせていきます。ファンデーションの延長ですね。そうです。そしてこのチークボーンの下までのせていただくことによってふっくら見えてくれますので、ちょっと外側までこうやってバーッと広げていきます。そして指に余ったものをまぶた。そう高揚感というのは頬だけではなく、このねまぶたとお鼻、顎、こういう感じでねとってもふわっとした血色感になったでしょ。なんかもう満たされているっていう幸せな感じに見えない。でもそんなこんなで綺麗なフェイスを見ていたら、なんとニキビを見つけてしまいました。そうなの。デコに結構できやすくて、そんな時は私もこのコンシーラーめっちゃ使ってます。使ってる。これニキビも隠れますもんね。隠れますね。つけ方ですね。つけ方、これはねニキビのような凹凸がある場合は直接いっちゃって OK です。直接ちょんと、本当にちょんとです、ちょんとつけていただいて、ここからやっていただきたいのがアイシャドウチップ、もうこれねいろんなアイシャドウの付属になってるチップあるでしょ。これをね上から
ちょん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 と。コスデコのパレットの中に、コンシーラーパレットの中に、チップがついてますよね。ありますよね。あれもめっちゃ優秀ですよね。わかる。ちょっとなんか綿棒の先っちょみたいなね。なんかすべてのコンシーラーにあれ入ればいいのにと思いません？確かにわかる。そうなの。アイシャドウチップって結構メイクさん皆さん使ってくださるんですけど、ね、定着するんですよね。コンシーラーが。そうなんですよ。だから別にあの形をしていなくても結構ねアイシャドウのチップを使っちゃえば OK って感じ。そうなのよ。ぜひ試してください。そうそう。じゃあこれで次は、アイシャドウに行きたいと思います。もうアイシャドウはもうね純欲メイクといってはもうこれしかないんです。大事。そう。ジル・スチュアートのブルームクチュールアイズ、タイムレスグロー15番ということです。すごい綺麗ですよ。そうで青み系のものもあるんですけれども、やっぱり南さんぐらいの世代の方というのはですね、時間の経過でやっぱ内側からちょっとくすみが出てくることを考慮すると、青みが若干抜けたタイプのピンク系のカラーで構成した方が時間の経過がとても綺麗です。そうなので今日使っていくのはですね、実は今日南さんのこのまぶたのお色味は完全に消しておりません。ここは活かしながらいきたいので、まずこのピンクのカラーとこのブロンズのカラーをミックスしていきます。そこで使っていくのはそういうアイシャドウブラシ。そうこれをねこうやって2色ミックスして、際からではなくお目ん玉の中心からそうお目ん玉の中心に乗せていただいたら、これをですね横に振っていただいてアイホール、そしてアイホールに行ってから際です。際がしっかりグラデーションっていう感じになると若干ですね古びた印象に見えてしまいますので、際が少し抜けた感じでつけていただくと、とても素敵になります。そしてブレンディングブラシでふわーっとぼかしていく。でこのアイホールというのはですね、曖昧にしていただいた方がアイシャドウが浮かずに、肌に馴染んでくれますので、大人のアイメイクというのはですねアイシャドウが独立しないというのがポイントです。ちゃんと肌にこうやって溶け込ませていくっていうのがとても洗練された印象に。そうなのよ。なんかすっごい肌当たりがいいブラシの。あ、本当？やうれぴょんすーということで。うさぎ年だからね。そう、もうすいません、私ばっかりなんかぶっ飛んじゃって。いやいいんです。いつものことでございます。そしてこちら2色ミックスしたものをもう一度取っていただいて、これをですね目の下にものせていきます。目の下というのはですねブラシを立てていただいて、このままスーッと。目頭まで？そう、ふわっとです。結構幅広めに入れていきます。で目頭側は若干薄くです。でも曖昧なのでこういう感じ。しっかりというよりは曖昧な感じで入れていただくことによってシャドウ感ということをね演出することができます。なんかつながった感じがするね。そうなのよ。つなぎがとても重要。なぜならば今日はですねここでアイシャドウで細工をしてグラデーションなんか目尻を下げてあげてではなく、今日ポイントとなるのはつけまつげなんです。そう。つけまつげをつけるので大丈夫ですか？大丈夫よ、お任せあれ。やだ、ちょっとなんかつけまつげギャルっぽくなりません？大人ギャル。本当？大人ギャル？大人ギャルといっても女優フェイスなのに、ちょっとしたギャル味感が 20% ぐらい。その 20% がこなれた印象なんですよ。心配。私つけまつげって絶対合わないと思ってる、目の形に。本当？それがね、実はそれがつけまつげというのはですね、こうフレームにビューっていっぱいついてるんですよ。あれだとやっぱり不自然感が出るんですね。というのは目の形が綺麗だったりとかシンメトリーじゃないとやっぱり綺麗にはつかないんです。なんですがやっぱりこう皆様ね、やっぱりご視聴者の方も目のサイズってやっぱり違うと思うんですよ、左右。そこで今日使っていくのがですね、こちら D アップのポイントのつけまつげ。つけたことない。なんか買ってみたことあるんですけど、自分でつけてると分かんなくなっちゃって結局やめるみたいな。なるほどね。片方は成功するんだけどもう片方が成功しないんですよ。なるほどね。だからもういいやって思って取っちゃう。なるほど。でもね、ご心配なくというのは見てください。これね、11ミリ、10ミリ、9ミリ、8ミリってなっているので。この中に全部入ってるってこと？そうなんですよ。すごい。なので目の形やサイズに合わせてその長さを調整することができるので、ここでご縁があったじゃない。そうよ。見て。わあ、本当にちょこっとちょっこり村。ちょっこり村なのよ。でも本当ね、若い方に流行ってらっしゃる純欲メイクっていうのはつけまつげポイントでつけていくんですが、ここがさ線になってるでしょ。はい。でもね、点だとちょっと難しいんですけれども、大人のつけまつげはこうやって点じゃなく線になってるもの。これだととてもつけやすいんです。そうなんだ。そうなのよ。じゃあここでビューラーを一度していきます。なるほどね。
そうなんかそこを埋めるってことじゃなくて、全部埋めます。全部につけるの？そうそうそう。全部につけるんですか？そうそう、それが純欲ね。部分的にだと思ってた。そうよ。ってことはあんまり上げない方がいいのかな？上げてても大丈夫なの。自分のまつげが足りないところじゃなくて？じゃないのよ。全部？でポイントなのはですね、今上げていただいたこのまつげもすらももともと綺麗に設定してつけていきますので、ここから一回ホットビューラーで整えていきます。上げたと言いながら少しね癖がありますので。すごい目尻がすごい長くてバンビちゃんみたいね。でもやっぱり年齢とともにまつげが長さじゃなくてなんか腰がなくなってくるんですよ。そうするとなんかピンっていう感じじゃなくてちょっとひょろひょろってなりますよね。確かにね。そうだからホットビューラー必須ですね。そう、腰が必要。でもその時に使っていく優秀なマスカラというのがあるんです。こちらアディクションのザ・マスカラプライマーカールフィクサー。これ知らない。これねグレーなんですよ。本当だ。マスカラフィクサーなので今のまつげの上げた感じをフィックスしていくというものになります。根元から中間のみ。根元から中間のみ。乗せていただいたらすかさずホットビューラー。この液が固まる前に液を中間から毛先の方に向かって伸ばしていきます。なるほどね、熱でね。そう、直接、このマスカラでつけると結構量がついてしまいますので、根元から中間にこの液をつけたものをホットビューラーで毛先の方にスッと伸ばしていきます。すごい。この状態でピンセットでちょっと調整していきます。わかる。ピンセットすごく大事ですよね。私も使います。細く束感。確かに。そう、純欲メイクっていうのは束感っていうことがキーポイントになります。でもここから、マスカラで量を調整していただいても素敵なんですけれども、今日はこの純欲メイクっていうところに落とし込みたいので、つけまつげ感けれどもあからさまじゃなくとても自然な感じでつけていきます。じゃあこれにもマスカラつけないってことですか？後からまたつけるのよ。ちょっとやりすぎじゃない？大丈夫ですか？ノーそうよ、調整なのよ。心配。カスタマイズっていうことが重要になりますので、こういったマスカラフィクサーも根元につけてから毛先になんとなく、そしてつけまつげをつけてからマスカラでまたなんとなく根元だけみたいな、そういうカスタマイズをしていくと自然な印象に見えてくれます。じゃあつけまつげいくわよ。まず私はですね、つけまつげをつける際はのりをね、この D アップののりなんですけれども、のりをここに先につけておきます。ここにつけておいて、こののりが少し固まりそうだなぐらいでつけていくと、すぐについてくれますので。乾いてからとはこれがね固まってくるじゃない、固まってきた時にちょんちょんつけた方がそのままちゃんちゃん田植えみたいに。液体よりもちょっと固まった方がやりやすいんですか？そうなの。液体はだってこれまだ乾いてるからつかないだもん。なるほどね。そうなのよ。これポイントです。全然つけやすく変わるから。そうなんだ。長さによって全く印象が変わりますので、私はですね、もともとの南さんのこの毛の長さ、質感に合わせていこうかなと思います。で、目尻だけ11ミリ使っていきます。ドキドキする。目尻はですね、これ上からつけていきます。というのはですね、このつけまつげはまつげの裏側からつけていくものになりますので、そう田植えみたい。そう全部田植えするのよ。これ集中しなきゃいけないからね。目尻につけるときには下からこうやってつけていただくのがよくて、真ん中をつけていただくときは正面見ながらつけて。そうなんだ。細かくつけた方が間引かれるので抜け感が出ます。いいわよ。すごいわよ。いいでしょ。でも確かにナチュラル。こっから補正をしてくる。ちょんちょん。すごい。めちゃくちゃうまいですね、つけるの。全然。でも今ねまだなの。こっから今間引いてまばらにつけてるのちょっとずつ。まだつけるの？いやつけないんですか。方向を変えていくのこれから。これつけてからでも方向軌道修正効くんですか？もちろんもちろん。ホットビューラーで。もう落ちないのかなこれで。これでもう今もうついてますので。すっごいナチュラル。今まつげの毛がですね少しまばら感があります。でこのまばらも素敵なんですけれども、もうちょっとだけ方向性を整えてあげるとお顔の印象がシンメトリーに見えます。そこで使っていくのがこちらよ。アディクションのねまた新しいマスカラなの。ブラック。そう。このねマスカラのブラックは、結構ボリュームがふわっと出るものなんですけれども、このままつけてしまいますといっぱいついちゃうので、なのでここで使っていきたいのが、こちらソイヨスクリューブラシ。これにねちょっとだけつけていきます。
ちょっとだけつけながらちょっとずつ調整していきます。でこれは地まつげとつけまつげをちょっと合体させるように。でも綺麗にしすぎてしまいますと人形感が出ますので、大人の場合はね、若い子は綺麗にしちゃった方がいいんですけれども、大人の場合は少しだけまばら感を残しておきます。そうなんだ。まばらを残した方が自然に見えるんですね。でも確かにそう、このね、結構目尻のね最後の角度によって目の形っていうのが変わりますので、この角度を上げるもよし下げるもよしなんですけれども、南さんはね、女優っていうところであんまりその目の形をこれでガラッと変えるのではなく、もともとの目の形を生かす方向性ということで、目尻は上がってるんですけれども目のフレームが平行に見えるように今つけております。わあ、めちゃくちゃナチュラル。でしょ。すっごい調子いい時のまつげみたいでしょ。で、もともと目の形ってやっぱり左右差絶対ありますので、合わせすぎるってあんまりよろしくないんですね。合わせるよりも生かした方がいいから、若干ちょっと違ったとしてもその違うは逆に生かしといて、眉毛で調整したりとか、眉、目、チークボーンの位置を全部正すと不自然に見えるんですよ。なので正すのは一発、眉毛だけで正すか目だけで正すかチークボーンだけで正すか、そういうふうにやっていただくととてもアンバランスのように美しく見えます。次アイラインです。もうちょっと締め感が欲しいので、そこで使っていくのがこちらケイトのリキッドライナー。これしなりの効くね、ケイトのアイライナー。これで目尻から1本分だけ、今のねつけまつげが延長したようにつけていきます。この目尻の一番最終地点からスッと黒をしっかり入れるときつく見えるんですね。けれども1本分出していただくことによってとても自然な印象に見えます。本当に目のフレームの延長線上ということと、まつげがそのまま外に伸びたみたいな。まつげみたいです。そう、純欲メイクはもう絶対的にこういったピンクのふわっとした印象の中にキリッとしたブラックをミックスするっていうのがポイントになります。そうなんですね。そう、これが妖艶さにつながりますので、色気、妖艶さ、大人っぽさっていうところはこういったブラックの延長で作っていただく。そしてふんわり柔らかいキュートな印象っていうのはピンクのベースで作っていく。これが掛け合わせることによって純欲メイクということになります。なるほど。そうよ。じゃあ次に、キラメンコカラーを使っていこうと思うんですけれども、目元にねもうちょっと抜け感が欲しいんですね。その抜け感を作っていくために使うのが、こちらカネボウのキラメンコライナー。もうよく撮影で使いました。いいね。これもすごい人気の商品なのでもうメイクさんみんな大好きなんですけれども、これをですね目のフレームゾーンに点で置いていきます。目尻からこの部分にちょんちょんちょんとこういう感じ。そう、大人はね線で引かないんですね。大人の目元というのはですねきらめきは控えめに、これポイントでございます。こちらもちょん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 。こうするとあからさまじゃないのになんかお目ん玉キラキラに見えません？確かに見えなくていいんです。まばたきするたびになんか光ってるかもみたいな。確かに。でこれ次に眉毛に行きます。そう、眉毛はですね少し強めに作っていくんですけれども、強いというのはですね角があるとか男性的ではなくシャープな女性らしさのある眉毛の形に対して主張を前に持ってきて強くしていきます。そこで使っていくのがこちら、キャンメイクの、アイブロウパレット。これちょっとピンクベースなんですけれども、このね一番濃いカラーとピンクのカラーをミックスしてつけていきます。そこで使っていくのがこちらそういうアイブロウブラシ。そう、これをね使っていくんですが、その前に、今正面ご覧いただきますと今ねとっても綺麗なツヤ感だと思うんですが、眉毛のところが少しだけですねツヤっぽくまた綺麗に出てきました。でもこの綺麗なツヤは実はここいらないんですね。もうちょっとだけマットにしていきたいと思いますので、そこをマットにするためには先ほど使ったこちら BA のこちらのパウダーをさっきパフにつけたじゃない、このパフにブラシでポンポンじゃなく今度はついてるものを揉み込みます。揉み込んだものを折っていただきますでしょ。折っていただいたものをこのまま眉毛の中に。結構しっかり。そう、眉毛の中はしっかりです。でしっかり逆立てるんですね。逆立てていただくと眉毛がふわっとします。ふわっとすることによって立体的な 3D 眉になりますので、これをスクリューブラシでさーっとこうやって溶かし上げていただくと、若干なんですけど少し増毛感が出ます。わかりますわかります。そうそう、めちゃくちゃ綺麗。本当嬉しい。いやちょっと本当にねやっぱこう上級者の方にお褒めいただきますと、私本当にモチベーションが上がるんですよ。新しい感じがする。嬉しい。それがヒロビューティーチャンネル。今年も進化が止まりません。そうそうそう。じゃあ次にアイブロウいきますね。でこちらキャンメイクのこちら濃いカラーとピンクのカラーをミックスしてつけていきます。
今日はねちょっとスキニーブローにしようかなと思います。スキニーブロー、少しタイトで細い強めの眉尻から、中間、そして眉頭に向かって一気にバーッと描いて、ね、そんなに取らなかったですよね。今ちょんちょんぐらいでしたよね。あ、そうですそうです。けれども一気に広がるので、このブラシね結構幅感とねこの厚みが絶妙なので、一回つけていただいたらそのままバーッとグラデーションになりますね。でもう一度これ取っていただきましたら、そしたら今度はこの眉尻の下のちょっと薄いところですね、この部分に少しだけプラスオンしていきます。で今回はですねアイブロウはふわっとではなく少しシャープめに強くのせていきます。あと私ね一個気になったのがね、みなみさんこの辺の眉毛さ全く処理してないじゃん。これあえて？いやわかんない、なんか眉毛って私本当に生やしっぱなしなの。でたまにメイクさんが気になる人がいたら抜いてもらったり剃ってもらったりするんですけど、自分でのお手入れゼロなんですよ。あ、なるほどね。だから全然やってください。なんか抜くべきところがあったら抜いてください。私ね女優の眉毛っていうのは命だと思ってる。はい。そうというのは私ね昔新人の頃とあるね大物女優さんに言われたのが、眉毛一本すらも演技に関わるからって言われた。そうなんだ。そう、眉毛一本で演じることができるって言われた時に、眉毛は難しいなと思ったんですね。けれども私からメイクアップアーティストの視点から言わせていただくと、眉毛一本ですら洗練さ品格に変わってしまうんですね。まあその眉毛一本があることによって品のレベルが変わるんですよ。なので私にとってはやっぱりこのちょっとね今不要な眉毛っていうのが若干ちょっとあるんですね。まずこの軸となる眉毛があるじゃない。眉毛がある本来こう上下2ミリは抜かない方がいいんですね。なんですけれども2ミリ以上あるここの部分、これは抜いた方がよろしいです。この部分だけなくなるだけで全然印象違うでしょう。ここで意志のある素敵な眉毛になりました。けれども私はねもうちょっとすっきりした印象に見せていきたいので、そこで使っていくのが先ほど使いましたカネボウのこちらリキッドコンシーラーあるじゃない。このリキッドコンシーラーにこちらそういうアイライナーブラシ、これをねちょんちょんつけますでしょ。そう、どうするの？アイライナーブラシをつけたらコンシーラーの線を作っていきます。コンシーラーの線をこの眉毛の下に、でもこれやりすぎたら不自然になりますよね。ワックスしたてみたいになっちゃうね。そうでもコンシーラーのこの度合いです。濃度うっすらやるんです。じゃあこれぐらい柔らかいコンシーラーがいいですね。そう、硬めのコンシーラーでやってしまいますと、やっぱり硬さが出てしまうことによってエッジが効いちゃうんですね。なるほど。すごいでしょ。これ洗練されたわよ。でもちょっと違うでしょ。ちょっと違うはいいの。すごい違うはいいし、そう、このちょっとずつの積み重ねでクオリティがグッと上がっていきます。ちょっと違う。なんか純欲メイクってもっとコテコテなのかと思ってました。あ、そう。純欲自体のリアルな純欲メイクはコテコテなんですが、今日は大人バージョンいい田中になる。そう。次もうちょっと眉毛やるわね、というのはですね、もともと今ね眉毛とても美しく仕上がりました、けれどもここからもうちょっと意志の強さをプラスしていこうと思うんですが、先ほど使ったこちらのアディクションのマスカラあるでしょ、アディクションのマスカラをまたここにつけますでしょ。つけていただいたら先ほどのそういうブラシ、これちょんちょんちょんつけますでしょ。眉毛に？そうよ、これを眉毛に仕立てていくわよ。そう、少しだけ黒の濃度を上げていきます。そう、黒の逆ですね。眉マスカラして薄くするのかと思った。濃くするの。眉頭だけ強くしてちょっと球心寄りに見せる。色で球心ではなく毛の質感を強くして球心に見せる。そうすると少しまた知的な印象に見えますので、先ほどチークでふんわり柔らかく可愛らしくキュートだったんですけれども、眉毛の部分では知性をプラスしていきます。こういう感じ。カラーレスのマスカラ、眉マスカラじゃなくてこれがいいんですか？ブラックがいいです。ブラックがいいんだ。でブラックもしっかりではないんですね。なんとなくここでかすらせて、そうかすらせてなんとなくちょっと増毛したかもぐらい、増毛したではなくしたかもぐらい。それがポイントですよね。じゃないと結構つけたらやばいですよね、これは。けれどもこの1本のマスカラで全て完結しますので楽ちんなのよ。いや次はね、もうチークに行きたいと思います。でもチークはですね、もともと先ほどキャンメイクのクリームチークが乗っかっています。で仕込んでいるのでこれだけでもいいんですけれども、このふんわり柔らかのレイヤードを作っていきたいと思います。そこで使っていくのがこちら今温めていただいたスックの、メルティングパウダーブラッシュ105番です。これ大好き。いいでしょう、綺麗だよね。105番使ったことなかったです。本当？これはねもう本当に青み系のふわっとした柔らかい、ちょっと可憐な印象に見せてくれるチークなんですが、これを主役にしていただいてもいいぐらいねとても柔らかい印象になります。で今ピンクのキャンメイクのチークが乗っておりますので、
で、このパウダーチークはね少量だけのせていきます。少量小範囲っていうのがポイントです。でこちらの総用チークブラシ、これにねこうやってつけていただきましょう。そうトントントンってやっていただいたら、今度はふわっとのせるのではなく、今ふんわりも乗っかっていますので、このチークのつけ方はポンポン付けです。そしてお花の頭、そして顎の先っちょ、そしてこれフェイスラインにものせていきます。全部ですね。フェイスパウダーみたいな感じ。そうこれはですねどちらかというとチークとしての発色率というよりは少しハイライト効果のあるような発色なので、全体のせると膨張しちゃうんですけれども、ポイントでねお顔のこの中心ゾーンにこうやってのせていただいて、でおでこの部分もここのねトップのところではなく、上のこの部分にちょっとふわーっとちょっと透明度増したの分かりますでしょう。そうなのよ。こんな素晴らしいチークありましたっていう。これもっと白っぽくなるかと思ってました。そう白っぽさよりも少しねちょっとぬくもりっぽい感じのトーンアップをしますので、先ほど使ったこちらのコスデコのトーンアップクリームとの相性がとてもいいのが、柔らかくふわっと透明感が出るんですね。じゃあリップに行きたいと思います。リップ大事ですよ、純欲メイク。そうなのよ。リップは、こちらアプリチュード、コンスピキュアスクリーミーリップ、ピアニーパープルと、ソフトピンク、そうこんなに2色、これ2色とも新色なんですけれども、結構色すごいですよね。そうなの。すっごいキュートなミルキーピンクとちょっとピアニーパープルっていうの、そうまさに純欲色。でもこれをね直接のせてしまいますとやっぱり少しねエッジが効いてコンサバティブな印象に見えてしまいますので、これを何でつけるかと申しますと、そういうアイシャドウブラシ。そうこれもねリップブラシとして使えます。けれどもこれでちょこちょこつけるとブワッとなるんですけれども、今日は唇の印象をちょっと上品に持っていきたいので一回エッジを効かせてつけていきます。それで、こちらソフトピンクの方からつけていきます。そうこのカラーはですねベビーピンクになりますので、もともと唇に少し色素がある方、もしくはちょっとくすんでしまったりとか、シミがある方という方は、こちらのベビーピンクでちょっと補正ができます。でもこれは、仕込むって感じですよね。そうこういった潤う効果の高いリップスティックで一回トーンを上げていきます。そこからこちらよ、ピアニーパープル。もうこれをねこのブラシにつけていただきますでしょ。トン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 。もう今トントンした瞬間素敵でしょ。すごいでしょ。なんかもう新しい感触これ。本当。指でトントン。つけないもん。これでつけないもん。本当。合成繊維でできているものなので、リップとかこうやって指物つけるのにとても優秀なんですよ。最近のトレンド、そしてこういったふわっとした唇にしたい場合はトントンしながらこうやってつけていただきますと、とても今っぽい雰囲気になってくれます。でもうちょっと唇の中央にグラデーションでございます。でもグラデ感が強くなりすぎるとポップに若くなってしまいますので、大人の唇というのはですねグラデが浅い方がいいです。いいでしょう。そうよ。ふわってついてますね。確かに。でもねふわっとつけただけだとだらしなく見えてしまう可能性もあります。でここでやっていただきたいのが、先ほどですね眉毛の時に使ったテクニック、こちらのアイライナーブラシを、先ほどねまたこちらカネボウのコンシーラーよ。リップライナーでくっきりやるとコンサバティブになるんですね。でコンサバティブなメイクの時にはリップライナーの方がいいんですけれども、今日はコンサバメイクではないので、そういった場合は上品な唇を作る時にはこういったコンシーラーをアイライナーブラシに取っていただいたら、そうこれでリップフレームを取っていきます。リップのフレームの取り方はコンシーラーで取るのかリップライナーで取るのかで印象がガラッと変わるんですね。なるほどね。でも基本的にコンサバじゃない時はこのテクニックでやっていただいた方がとても洒落た印象に見えます。この口角のこの1センチのとこだけで OK、ここだけくっきりさせていく。上はやらないんですね。上はやらないです、こうしていただくととても上品な唇になったでしょ。本当だ。でちょっと口角上がって見えますね。そうなの。真顔が笑顔にというテクニックです。そうじゃあ次、今日のね主役といっても過言ではないアイテムなんですけれども、唇なんですね。やっぱり純欲メイクというのはですね、やっぱりこうちょっとセクシーでヌーディーな印象というのが欲しい、けれどもヌーディーというのは色味でヌーディーではなく、色味はちゃんと施されているのになんだかヌーディーっていう印象、それは唇の質感で演出していきます。そこで使っていくのがこちらジル・スチュアートのリップブーケセラム、もうこのリップセラムがすごいプリンプリンのボリュームが出るのよ。なんかそういうの全然久しくつけてないです。本当
やこれみなみちゃんにすごい相性いいわ。本当？そうでね、ポイントとなるのがですね、これセラムなのでちょっと唇の補正効果、縦じわを補正する効果があるのと重さがあるので、これポイントでちょっとだけつけてあげるだけで効果的なんですよ。ちょっと若くない？若くないのよ。パパッケージはちょっとブーケで可愛いんだけれどね、質感はとてもね大人っぽい質感になるというか、ボリュームを出すために使います。というのはこれ全部に使うとねちょっと若々しい印象に見えるんですけれども、大人の方はこれ唇の中央だけにポイントにのせていきます。塗り広げない、ちょん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 と、もうリップクリームを塗るように、ポイントでちょっと唇のボリューム欲しいなっていうところ。いい香り。いいでしょう。なんかジェルの香りって本当になんか女子って感じがして好きなんだよな。そうなの。いいでしょう。綺麗。そうなの。中央だけにのせて、もうあたかもリップクリームのせたかのような、けれども唇のボリュームがちょっとプリンってなっている。ブリンではないんですね。ポリンとしてるの。唇というのはセンシュアルなパーツになりますので、やりすぎ NG なんですね。なので唇はいかにカスタマイズしながらも上品に落とし込むっていうのがポイントになります。いやこれでね完成と思いきや、そうもうとっても素敵な印象になってますでしょ。もう終わりましたよ。そうでもね、立体感が前に出つつ引っ込めたいところもあるんです。どこ？そこで使っていくのがなったこちらよ、アディクションのこちら006番 M のブラッシュ M、これね、これでシェーディングです。そうシェーディングをしっかり入れるではなく、ある1パーツの部分だけ入れていきたいんですけれども、南さん正面ご覧いただきますととっても綺麗なフェイスラインしてらっしゃいますでしょ。でもこのフェイスライン今ねシュッとしてらっしゃるので綺麗なんですが、綺麗に上限はないって言ったでしょ。綺麗だから放置じゃないのね、綺麗だから伸ばす、というところでこの綺麗なフェイスラインをさらにシャープに見せていく。そこで使っていくのがこちらよ、そうよフェイスブラシ。私シェーディング入れるとちょっと老けちゃうかなって思って、だってここもともとちょっとねシュッてしてるのと、だからシェーディング入れないようにしてるんですよ。なるほどね、シャープになりすぎたじゃないの。このね内側に入れるとシャープになりすぎた感が出るんですけれども、ここから裏に入れていきます。そう南さんのお顔だからよ。ここ？そうもともとここにお肉がある方、そしてふんわり柔らかく丸みがある方という方は側面にこうやって入れていただいた方がいいんですけれども、南さんのように正直正面ご覧いただきますともう入れなくても良さそうなフェイスラインじゃない。けれども入れなくて良さそうだったらこれの裏側に入れることによって自然に美しさが前に出ます。いっぱいつけるの？そうよ。この総用ブラシは OK よ。つけっぱなしで OK よ。大丈夫？レモンカッカみたいになんない？まず側面につけていただくんですけど、側面につけていただきましたらこのまま裏側に行きます。耳の裏ぐらい？そう耳の裏までです。本来ここというのはですね影がちゃんと入るところなので、ここからこのエラから内側じゃなくてエラから外側、この外。首が長く見えるんです。後で見よう。そう首が全く長く違うでしょ。顔の形は変わっていない。顔の形はシャープに見えながら首が長く見えるんです。そうなんだ。そうなの。ここから一番濃いのはここがいいんですね。ここじゃないんです。こっちです。ここからフェイスラインの外側、そして内側からこの耳のお裏、あとプラス南さんのようにこうやってデコルテが出てるお洋服の際にはですね、首のここにまでぼかして、首のこちらにまでこうやってぼかしていく。ここは入れすぎちゃいけない。もうブラシに余ってるものでふんわり軽くです。なるほどね。そうやりすぎちゃ絶対いけない。でもなんかちょっと首がスッと長くなったでしょ。違う。そうなのよ。なんか絵を額に入れたみたいな感じがしますね。ここでねさらにポイントとなるのがハイライターを使っていきます。そこで使っていくのがこちらエレガンス。これ好き。いいでしょ。新しいやつね。そうなの。このねクリームハイライターなんですけれども、めっちゃいい。これ好き。これ PK107 というちょっとピンク味のねハイライターなんですけれども、湿度をプラスしてくれるハイライターになります。この湿度をプラスするのはまずこの鎖骨のトップの高いところ、そうこの部分とやっぱりねこの肩が出るドレスを着た時とかに出るこの角で、ボディだけではなく顔もリンクさせていきたいので、まずはこの鼻根ちょんちょんちょん、そしてお鼻のトップに本当に少量ちょんちょんちょん、ちょこっと、そうちょっこり村よ、ちょっこり村よ。そしてお口のお山もちょっこり村、陣中短くね、そうよっていう感じでね、もうこのね真ん中のパーツ、そしてこの鎖骨のみ、あれここはそこは載せません。なぜかと申しますと、先ほどですねベースで使ったこちらと、こちらのハイライターが効いておりますので、これの上にこれを入れるとですね過剰なツヤになるんですね。そうなんだ。そう大人は、ツヤ感は少し控えめにもうあるもんね。そうなのよ。立体感というところで真ん中だけにこの光をプラスしていく、このお顔の中心、そうすることによって立った真ん中に立った顔に見えるんですね。そこが狙いなの。すごいでしょ。
じゃあこれで、完成いたしましたので、もう次はじゃあ髪型がかかってくるとまたねこのフェイスラインに入れたシェードだったりとか、またハイライターというのが効いてきますので、じゃあ髪型のチェンジをこちらでお願いいたします。はい、完成しました。完成しました。素敵よ。本当にすごい、もうね、純欲感マックスっていう感じなんですけれども、とても洗練されていてね、大人っぽい印象だと思います。でこの雰囲気っていうのはですね、やっぱり純欲メイクっていうと少しね子供っぽい感じ、もしくはちょっとお人形のような雰囲気って思ってらっしゃる方いると思うんですが、このテクニック投影していただきますと、とてもね可愛らしいのに色っぽい雰囲気でありながら、大人っぽいのに少しあどけない雰囲気、もうこの全ての要素がね取り入れられたこの大人っぽい純欲メイク、もうみなみちゃんにぴったんこよ。すごいわ。すごい抜けがありますね。あ、確かに、そうなんですよ。そう抜けを作りながら施していくっていうことがポイントになるのが、やっぱりピンクのレイヤードを重ねていくと少しね甘さがちょっと多くなりすぎてしまうことがあるんですが、いろんなパーツでね塗りすぎない、そしてつけすぎない、そのレイヤードを重ねすぎないっていうところで今のいい塩梅に落とし込みました。あと黒もね効かせてますもんね、こことかこことか。そうつかせすぎないっていうのがポイント。そうなのよ。そうだから何でも物をねつけるときはちょっこりむらって言いながらつけるのよ。ちょっこりむらんちょっこりむらんちょっこりむらんちょ。どんどん足されていく。そうどんどんカスタマイズ人生ということでね。でもね本当になんか純欲メイクのイメージが変わったのと、30代後半とかに差し掛かっても全然それに合った純欲メイクがあって、純欲ってなんかワードだけ聞くとちょっとなんか馴染みがないんだけど、でもきっと抜け感があって品もよく、だけど今っぽいメイクなんだなっていう感じがしました。いや嬉しい。いやみなみちゃんからのメッセージだと私も心でズキューってきちゃうわ。でそして一番すごいのが、近くで見た時に美しい、遠くで見た時になんとなく可愛いとか綺麗とかじゃなくて、近くで見た時、しかもいろんな方向から見た時に全方位美しいっていうところがポイントですね。いや素晴らしい。本当にその通りなんですよ。そうメイクアップというのはですね、画用紙にメイクをしているわけではなく、やっぱりこういったお顔という造形の立体に作っていますので、正面からだけではなくやっぱり横から見られていることも考慮しながらメイクするっていうのがポイントです。いや今日はね本当に来ていただいたおかげで私ももちろんテンション上がりましたし、視聴者のヴィーナスたちもね本当に喜んでくださってると思いますので、今日は本当ありがとうございました。嬉しい。じゃあみなみちゃんまた次来てちょうだい。すぐ。そうですね。そうよ。私のヴィーナスたちは今日ね来てくれたことにすごい今喜んでるんだけれども、もう次求めてるから。そうなのよ。また美に貪欲な方たちが多いでしょ。だからじゃあ次はこんなメイクをしてくださいっていうねまたコメントいっぱい来るんですよ。なのでその時はまたみなみちゃんにね来ていただいて、私のアップデートした美の技術をね投影したいと思います。皆さんついてきてよ。そうよ。じゃあね今日はみなみちゃんにメイクをさせていただきましたけれども、この後にね皆様から募集したお悩みにねみなみちゃんと私が答えさせていただきますので、そちらの動画も見ていただきたいと思います。じゃあ今日の動画がいいと思ってくださった方はこのいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。